2月のあなたの仕事運をリーディングします。全体的な流れと上旬、中旬、下旬のメッセージ、アドバイス、開運方法などを見ていきます。3択です。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。いつもありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださりありがとうございます。ピンときましたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回もあなたが目覚めるカードリーディングをシェアします。今月から全星座共通の3択リーディングをやっています。その理由については、一つ前の動画、2月の全体運の動画で喋っています。まだの方は2月の全体運の動画もぜひご覧ください。ちなみに、この後、2月の愛情運の動画も出していきます。A、B、C。一つに決まらない方は2つ以上選んで OK です。概要欄のタイムスタンプから飛んでみてください。はい、では A の方出していきましょう。シャッフルはね、済んでおりますが、ちょっと切りまして。はい、こんな感じに出ました。ちょっとカード大きいから入るかな。はい、開けていきますが、開けていく前に、A の方はね、面白がるといい。面白がると大吉ですよ。ちょっと未知数ですね。自分のこの軽やかさによって現実が変わるっていうのがありそう。それをまずね、受け取りました。ではね、開けていきましょうか。ワンドのエースか。ワンドのエースの逆位置。はい、タワーが来てる。お、大変か。カップのナイト。いいね。いいカードが来てますよ。ペンタクルスのナイト。周りはいい感じですね。ご自身はチャリオット。お、戦車です。これ動物さんのタロットカードで、戦車のカードなんですが、自転車乗ってるっていうね。これがいいですね。ワンド2か。ワンド2の逆位置です。そして、ワンドの10。ちょっと重いな。はい、このように出てますね。それではね、リーディングしていきましょう。面白がるは大吉。なので、今月はですね、あまり深刻になりすぎないっていうことがすごく大事です。自分の捉え方によって現実が変わってくるっていうのがすっごいね、言われているんですよ。はい。で、タワーが出てますね。大変化ですよ。流れとして大変化。過去、現在、未来ってこういう流れがね、できてるんですが、過去のところに、ソードか、ソードのエースの、逆位置ですね。ちょっと傷ついたこととか、自分を責めてしまったとか、なんかちょっと痛いっていうのがありそう。で、そこからの、このことですね。何かあなたの心を痛めてることがあるとしたら、それがね、壊れていくって出てますよ。はい、このタワーは朗報なんじゃないかなと思います。この流れでいくとね。それから、やっぱり言ったように、大きな変化が来ている。で、今月ね、自分の手から離れるものとか、なくなってしまうもの、壊れてしまうものっていうのは、それ必然なんですね。後から、これなくなってよかったっていうふうに思える。そのように出てますよ。はい。だから目の前の現象に一喜一憂しない方がいいと思います。それこそ気楽に楽しむっていう姿勢にしていくと、すごくね、見えてくるものが変わるんですね。見えてくるものが変わる。はい。そしてこの先の未来がカップのナイト。来てますね。白馬の王子様のカードです。今回はお仕事で見てるので、いいお仕事が向こうからやってきたりとか、あなたにオファーがかかったりとか、あなたに任せるねとかね、いいものがやってくる。自分が嬉しくなっちゃうような仕事が来たりとかね。なんでしょうね。これ、カップなので、人の気持ちを表したりするんですね。ハートがありますね。やっぱりあなたにオファーが来る感じがとてもありますよ。それは一旦何かを壊さないといけないかも。はい。
手放すものがありそうですね。手放すことによって新しくこの先の未来に素敵なものがやってくるって出てますよ。あなたにお願いしますっていう感じがしますね。楽しみですね、これは。そして、ご自身のところがね、チャリオット。これもいいですね。チャリオット。これは皆様がよく目にする一般的なタロットカードだと戦車なんですね。だけどこれはロバが自転車に乗ってるというですね、ちょっとマイルドな戦車でございます。で、この意味っていうのは、このカードの意味というのは、この星がありますね。勝利だったりとかスピードだったりとかですね、ものすごい勢いで取りに行くというところなんですね。どちらにしても勢いがあるしね、勢いがあるし、そして思いが高まってる感じ、熱くなってるっていうのがあるんですね。だから今までの何かを壊して新しく作り出す方も結構多いんじゃないかなと思います。これ自立独立も表すんですね。なのでご覧になっていらっしゃる方、お仕事で、例えば自分で個人事業を立ち上げるとか、副業をやってみるとかね、そういう方もいるかも。何かを壊してまた新しく始める感じがあります。で、それに対して意欲的、前向き、そして運も味方してくれてる。そんな様子が出てますよ。で、一方これが周りの様子とか環境ですね。ペンタクルスのナイト。堅実、確実なカードですね。はい。で、もしかしたらあなたのことをですね、もっと地に足のついたやり方でやろうよっていうふうに言ってきたりとか、そんな挑戦無謀だよっていうふうに言ってくるかもしれませんが、それは悪い意味ではなくて、周りの人がですね、あなたのことを心配しているというか、なんというか、一般的な目線で安全を第一にしている方、安全を大事にしている方、安定を大事にしている人が多い。なのであなたのことをそんなに突っ走らないでっていうふうに止めてくるかもしれないですね。だけど突っ走っていっちゃいそうですが、そんな様子が出てます。相性が悪い感じではなくて、少しね、この価値観が違うというところがありそう。なので、環境とか周りの人は安定志向、安全を求める。なので、そこから飛び出していくっていう方も多いのかもしれないですね。はい。ペンタクルスのナイトっていうのは、これはコツコツやって身になるとかね、安定安全とかね。この対比で言ったら、これをご覧の A の方がですね、自分で起業するというところがあるとしたら、周りの人は、例えばこれはですね、安定した会社に勤めるとか、公務員になるとかね、そんなところが出ております。もしかしたら飛び出していっちゃう人がいるのかもしれないですね。環境としてとても安定している場所があるという方も多いかも。そこから出たい思い、出ていっちゃおうというところが、感じられます。はい。それにはやっぱり背景があってですね、今までちょっとね、ソードのエース、自分を追い込んでる様子っていうのも感じられるんですね。ちょっと攻めている。ソードのエースっていうのはもともとすごくいいカードなんですが、これがね、逆位置で出てるっていうことで、ちょっとストイックになりすぎなところも感じるんですよね。勝ちたい感じもあるな、このカードからすると。勝ちたいって思いが強くなりすぎて自分を責めてしまったりとか、追い込みすぎだったりとか、ストイックだったり、決して悪いっていうわけではないのですが、ちょっときついなというところが出てますよ、過去のところに。で、それでそのこと自体が、もしかしたらなくなっていく、崩壊させていく、手放していくっていう流れになるのかもしれないですね。だけど、今月言ったようにね、あなたが手放すものっていうのは、新しいスペース、新しい素敵なものがやってくるためのこのスペースを空けるってことになるんですよ。はい、今回スペースすごく大事ですね。なので、今月なくなっていくもの、手を離れていくものっていうのは必然なんですね。その必然はあなたに幸せをもたらすため、そのように受け取っていただくと広がっていくと思います。決して深刻になりすぎない、重く受け止めすぎないというところが幸運の鍵でございます。さっきシャッフルで受け取った時に、受け取ったエネルギーとして言葉をお伝えしましたのが、面白がると大吉。それからすごく未知数っていうのを感じました。
なので A の方は今月おそらくお仕事面でこの先どうなっちゃうんだろうとか、この先の様子が見えないというところがあるかもしれないですね。だけど良かったですね。この先の未来のカードが素敵なものがやってくる。あなたに対して素敵な気持ちを持ってきてくれるっていうカードが出てます。お仕事なので、やっぱりオファーだったりとか、あなたと一緒にやりたいとか、あるいはこんな仕事どうですかとかですね。いい人がやってきたりとか、あなたをパートナーにしたい、お仕事面でのパートナーにしたいという方がやってきたり、とにかくね、すごくいいものがやってくると出てますよ。これはいいんじゃないでしょうか。おそらく飛び出したい、独立、自立、それをすごく感じるカードが出てます。それから独立したいとかそういうことではなくてですね、今やっていらっしゃるところで飛び抜けたいっていうのが出てますよ。特に例えば会社だったら辞めるとか転職するということじゃないにしても、やはり今までのね、こういうところ、今までの日常としていたところから飛び出したい思いがすごく強くなりそう。はい。それからこれはシンプルに移動とかね、移動移転っていうのを表すので、次の場所、次の違う場所に行くっていう方も多いかも。パキッとしたカードですね。だから心にけりがつくとか、思いが強くなるとか。なので見切りをつけるっていう方も多いかもしれないですね。見切りをつける。で、そのことはやっぱり背景があって、今この時に降って湧いてきたわけではなくて、もともとね、何かあるものだと思います。それが機を熟して、あなたの手から離れるっていうことになりそう。それによってスペースが空いて、この先素敵なものがやってくるっていう、ものすごくいい展開が出ております。はい。そして、最終結果がこれですね。ワンドの2。ワンドの2の逆位置。猫ちゃんがいますね。猫ちゃんがこんな可愛いヒールを履いております。この先が見えてるね、ちょっと。このワンドの2っていうカードは、ここにね、見えてるように、この先に対してのことなんですね。これが正位置だと、この先が見えて、そこに対して検討していくというか、計画立てていく、目標立てていく。動きはしないけど、この先を見て、そこに対して、目標、目的立てていくというところなんですが、逆位置なので、ちょっとゆっくりペースになってます。2月の時点では少し迷いというか、一歩踏み出せないなというところがあるのかも、結果的に。だけどこの後やってくるんですけどね。自分の思いは強くなりそうだし、状況も何か手から離れていくものもあるんだけれども、だけどこの2月の時点ではまだ飛び込むっていう感じじゃないんですよね。少し迷いながらも進んでいくというところでしょうか。それから、このカードが出たときはですね、ワンドの2。思いとしては、この先、未来に進みたいというところがあるけれども、だけどちょっと待てよみたいなところもある。自分の中の葛藤があるというか、それから迷って一歩踏み出せない状態なのっていうのを表したりするんですよね。なので、こういう時こそ、やっぱりね、深刻になりすぎないとか、新しい風を入れるというか、軽やかになりたいんですよね。面白がるが大吉か。面白がるが大吉って言いましたね。本当にそんな感じで、なんていうかな、楽しむ要素を入れるというか、思い詰めないというか、一点だけを見つめない、大きく物事を見ていくということで開けていく。そのようにお伝えをしたいと思います。それから、今月のね、対策というところに出てるカードですが、こうするともっといいよっていうことだったり、開運につながることとして読みたいと思います。これは重いっていうマントヒヒかな。マントヒヒが重すぎるものを持っているというのが出てます。これは取捨選択をするとか、全部自分でやろうとしない。それから、より分けるっていうことですね。必要なことと必要じゃないことを分けていく。それが開運の鍵だよって伝えてくれてます。ここで言ったこととね、つながるかなと思います。
もしね、この重いものをずっと持ち続けるということが続いちゃうと、外側からそれが壊されるというか、束が出てるので、なんていうかな、この持つことすらできない形でこう、ドンとやられたりするんですね。この関係性だと。なので、アドバイスとしては、もう自分からいらないものといるもの、それから頑張ることと頑張らないこと、エネルギーをね、向けることと向けないこと、それをきちっと分けて、そもそもこの持つもの、受け持つもの、それから頭の中で考えていることもそうですね。容量がとにかく多いっていうのが出てるので、これを間引いていく。必要なものをピックアップする。いらないものを手放す。っていう格好にしていくとすごくいい形で回っていくと思います。はい。どうしてもこれをね、手放せないんだよ。あるいはね、この大変だけどずっとやってるよってことがあると、例えば、なんでしょうね。これを持てない状況になっちゃったりとか、体壊しちゃったりとかってなりやすいんですよ。この関係があると。なので、あらかじめ自分から軽くしていく、軽やかにしていく、少なくしていく、負担を少なくしていくっていう格好にしていくと、今月とってもいいと思います。この先が見えてきます。そしてね、この先、あなたにとって嬉しいこと、嬉しいお呼びがかかる。そのようにカードがね、伝えてくれてます。出していきましょうかね。前半、上旬、中旬、下旬だ。ちょっと出していきましょう。A の方、2月お仕事。はい、それではね、開けていきましょう。上旬、ペンタクルスの10、客1、かわいい、かわいい、ワニのファミリー。そして、ペンタクルスの5、ペンタクルスがいっぱい出てますね。ペンタクルスっていうのはこの金貨、お金経済。はい、カップの2、逆1。なるほど。ちょっと重ねちゃうけど。上旬はですね、結構ね、これ、樽を知るもなんですよね。今あるものに目を向けていくとか。もしかしたら、このね、ペンタクルス結構出てるかな。ペンタクルスか。すごくお金のこととか、経済面、気になっちゃうかもしれないな。現状に満足してない感じがあります。2月の上旬、現状に満足してない。でもこれが原動力になったりするので、一概に満足してないことが悪いことじゃないんですよね。シンプルに現状に満足してないというカードが出てます。だけど、もっと言うとね、実はあるものもいっぱいあるんだよっていうことですね。そんなになくはないじゃないっていうことを含んだカードなんです。なので、このカードが出た時にお伝えする、メッセージとしてはね、今すでに手にしているものに目を向ける。そこに感謝をする。それから仲間のカードでもありますね。これファミリーのカードでもあるんですが、今あなたを支えてくれている人たちに感謝をするということで開けていくとお伝えしたいと思います。ちょっと外側に気持ちが行きそう。それから、今いらっしゃるところから卒業したい感じがとてもあるし、もっと上を目指したいとかですね。例えばこの感じだともっと稼ぎたいとか、もっといい条件が欲しいっていう方が多いのかなと思います。それからいらっしゃるところがちょっと飽きちゃってるとかね。
そんなところがありますが、上旬のメッセージとしてはですね、今いる場所、今やっていらっしゃるお仕事でいいこともいっぱいあるよねっていうところですね。そこを見直してみるっていうのも一つのメッセージでございます。そうすることで今月開運につながっていく。そのように伝えてくれてます。次とか高みを目指すとかですね、別のものを目指すということはとてもいいと思うのですが、今あるもの、今やっていらっしゃるお仕事、今いる場所、そこに目を向けることも忘れずにっていうことを伝えてくれてます。お金の話で言うと、例えばね、お金持ちになるから幸せになるということではなくて、幸せだからお金持ちになるってよく言われるんですけどね、気持ちを満たす、あるいは、今いるところ、今の現状に対していいところを見つけていくっていうことが結局豊かになることのスタートだったりするんですよ。そのことを伝えてくれてるように思いました。はい、今あるものに目を向けていく。それによって次を目指せる。そのようにカードが伝えてくれてます。それから中旬ですね。5オブペンタクルか。やっぱりね、すごくお金のこと、それからお仕事なので、お仕事によってもたらされる、例えばお給料とか報酬とかですかね。そこに対して、不足を感じている様子が出ております。しかし、この不足とかないとかね、それが単純にネガティブなことじゃないんですよ。そのことによってそれが原動力になったりするので、もうシンプルに、経済面について納得できてない様子かな。それを感じます。で、そのことをどうするかっていうのは自分次第なんですね。それをバネにして別の方向に行くだとか、いろいろ工夫するとか、そこから始まってくる。なので、こちらでも言ったんですが、不足がマイナスではないんですね。不足が原動力になる時なんです。未来へつなぐ、未来の幸せにつなぐものなんですね。そのように今回はお伝えしたいと思います。で、どちらにしても、この上旬中旬、今現在を見る、今いる自分、今の仕事、環境、それを見つめ直すっていうところが来ております。大変現実的です。大変現実的。まず、今の現状を見つめ直す。そこから広がっていくよと伝えてくれてます。ちょっと見えてないところもあるかもしれないですね。現状を把握する。それが開運の近道です。はい、そして下旬に行きましょう。下旬はカップですね。2オブカップ、カップの2、イルカ。はい、これが逆位置ですね。これは気持ちとか感情とかのスートです。カップっていうのは。カップあったかな？カップここにありますね。カップのライトがやってくるんだ。未来に。はい。ここに繋がるのかもしれないですね。はい。で、これ、下旬何かっていうと、違和感に気がつくんですね。今までは良かったけど、なんか違うかもしれない。なんか満足できないという気持ちが出てきそうですね。でもそれを大切にしてねっていうメッセージです。はい。現状を見つめ直すことがやっぱりできてくるのかなと思いました。2月上旬、中旬と過ごして。そして、もしかしたらこの下旬にね、決定的になるのかもしれない。これもう違うわって思えたり。必ずしもね、これご覧の方みんな仕事を辞めるとかそういう話ではないですよ。人によって様々ですね、現状が違うので、当てはめてご覧くださいね。ご覧いただきたいと思うんですが、カップの2の逆位置が出てるので、今までは良かったけれども、なんかちょっと違うなということに注目しましょうと伝えてくれてます。小さな違和感を見逃さないで、それを調整していくといいというところも出てます。調整するというのは何かを改善する、改良するっていうこともあるでしょうし、先ほど言ったようにもう手放してしまうっていうことにつながるかもしれない。どちらにしてもあなたの心が感じること、それを大事にしてくださいと伝えてくれてます。それからね、もう一つこれ読み取れるのが、ここでね、ここであなた様と周りの状況でやっぱりちょっと温度差があるんですよね。温度差感じるカードが出てます。なので、例えば仕事で一緒にやっていらっしゃる人とちょっと温度差あるなっていうのがはっきりしてきたりとか、あといらっしゃる場所、いらっしゃる環境が
ちょっと自分にとってはもう卒業すべきとこだなっていうふうに思えてきたりね、温度差っていうのを感じてくるのかもしれない。それが違和感として、あなたの心にね、こう、ノックして、変えていこうよというふうになるのかもしれないですね。そのような様子が出ております。現状を見て、はい、いいところも悪いところも現状を見て、そして、自分の心で気がつくところがありそう、感じることがありそう。そのように出ております。で、2月は気持ちとしてはですね、すごく動きたいとか変えたいとかね、もっとこう上に行きたいっていう気持ちが出てきたりする様子なんですが、だけどそこに対してね、現状を把握する、よく見る、そして心の声まで聞いてみるという流れになりそう。そのことでようやくこの先が見えてくるのかなと思います。で、言ったようにですね、未来大変素晴らしいカードが来てます。はい。なので未来に素晴らしいものがやってくるよというカードが来ているので、スペースを空けるっていうことが今回ね、すごい大事なんですよ、お仕事面で。スペースを開ける。ちょっと重いよ、いっぱいだよ、いっぱいいっぱいだよっていうところが出ております。スペースを空けるということは人によってそれぞれだと思います。例えば本当に何でしょうね、やることが多すぎているとしたら、取捨選択をしていく、誰かに振り分けるっていうこともあるでしょうし、そもそもこれをやるべきかやらないべきかということを考えるっていうのにもつながると思います。それから単純にね、このパソコンの動作がね、遅いとしたら、容量がいっぱいいっぱいなのかも。それからスマホがね、なかなかうまく使えない、うまくいかない、いっぱいになっちゃってるっていうところがあるとしたら、写真とか画像とかね、動画とか、消していくっていうことでうまく回ったり。で、そのうまく回ると、物理的に物がうまく回ると、運も軽やかにうまく回るんですよ。そのことを今回すごくね、伝えてくれています、カードたちが。そして、面白がる、そうですね、軽やかにする。で、未知のものを受け入れるですね。未知数の感覚がとてもありました。このカードをシャッフルしてるとき。なので、今ね、流れとかリーディングとかお伝えしたいんですが、かなりね、未知の素敵なものがね、やってくるっていうのが強く出てるので、その流れを良くするために、やっぱり片付けていくものがあるよ。それが、自分の心がね、ちょっと、違うっていうふうに思っていることだったり、あと重いっていうふうにね、なんか、これのことを考えると、これをやると気が重くなるとかね、そういうことがあるとしたら、それを見直していくときと出ております。そしてこの後やってくるね、素晴らしいものを受け入れる体制を取る、体制を作る。そのようにカードが伝えてくれてます。で、最後にオラクルカードで1枚引きましょう。今月のラストメッセージ、お仕事のラストメッセージです。A の方ですね。出ましたね。1枚ふわっと。何でしょうか。メッセージ、アドバイス、開運方法とか、そのあたりで見たいと思いますが。はい。はい。お、レムリアンクォーツ。プラクティス、ペーシャンス。なんと、シンクロですね。ここにありました。レムリアンクォーツ。レムリアンクォーツってね、ここにバーコードみたいのがあって、ここに古代の記憶があるって言われてるんですね。記憶の装置って言われたりしてます。なので A の方も今までの経験とかね、今までの経験ならそれを大事にされて生かすっていうことが一つ言われてます。プラクティス、ペーシャンス。頑張り時ですね。やっぱり頑張り時。やはり大きな転換点かもしれないですね。今までとこの先をつなぐ転換点。そのように今回お届けしたいと思います。なので頑張り時です。だけど頑張りすぎない。頑張り時に頑張りすぎずに、面白がるとか軽やかさとかですね、ちょっと違った視点とか、ちょっと違った風を入れるとすごくいい形に回っていくんですよね。はい。この頑張り時を楽しむ。そのようにレムリアンクォーツが伝えてくれています。これすごくいいなと思います。
ね、このタワーが来てるので、転換点、転換期、本当に変化の時だと思います。だけど、今までのことが全部、無駄になるってことは絶対なくて、今までのことを大事にしながら、それを生かして、この先の未来につなげるっていうですね、本当にこの転換のところにいらっしゃるようです。はい、A の方はこのように出ておりました。今月もアファメーション、予祝、コメント欄によかったら書いてみてください。お待ちしてます。それから次、愛情運の動画を出していきます。それからこの一つ前が全体運の動画出してますので、まだの方ご覧ください。ありがとうございました。はい、それでは B を選ばれた方、やっていきましょう。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。お仕事運ですね。すごい。運命の輪が出ちゃった。運命の輪が出てますよ。そして、はい、動き出す。カップのページ。なるほど。結構今いい感じかな。ハイエレファントの逆位置。なるほど。ちょっと周りが癖者だったりするかな。はい。これ結構強いですね。ソード2。それから、はい。ソードの3の逆位置。はい。このように出てます。それからちょっと開ける前に言えばよかった。受け取ったエネルギーをお話ししますね。シャッフルの時に。B の方はですね、戦略的に行きましょう。ソードがありますね。1枚、2枚、3枚。ソード3枚。ソードっていうのは、思考、それからコミュニケーション、人間関係、インターネットというところです。思考多めですね。はい、それでは、リーディングをしていきましょう。なるほどです。リベンジの時ですよ。B の方。2月リベンジできる。そして、流れから見ていきましょうかね。過去、現在、この先の未来という流れが出てるんですが、過去のところになんと運命の輪が来てますよ。もうタイミングは来てる。なんだろうな。過去、もう過ぎたこと、そこが今回すごく言われていて、で、これすごくめちゃくちゃいいカードなんですけどね、もうすでにタイミングは来ているということを伝えてくれてるのかなと思いました。それからね、B の方もう一つ言うと、もともとね、すごく運がいい方。運の良さ感じます、ベースに。はい。そして、現状が、こちら。起きますね。おはようございますですね。これ、正位置だと、4、ソード4。ステンドグラスが綺麗ですが、寝ているカード、おやすみなさいのカードですね。充電中のカードです。で、逆位置で今回出てるんで、充電完了、動き出すです。はい、2月動き出す。充電完了です。そして、もうすでにね、チャンスの流れ来てますね。そして言ったように、もともと運がいい方、運の流れに乗れる方です。これ、過去というか、もともとの素質のような感じも、今月、一言で言って、動き出すです。動き出す。だから、行動していきましょうねって伝えてくれてます。はい、なかなか動かなかった時もあったのかな。動かないというかですね、少しね、これ心が痛いカードが出ているので、なんていうかな、辛くて動けないとか、なんかできないというところ、ハートが原因でできないというところがあったのかもしれないですが、それをひっくり返してリベンジしていく時が来ています。なので、少し切り替えていくといいと思います。動いていく、行動していくっていうところを入れていくと、とってもいいって出てます。はい。これ慎重派のカードのが逆位置で出ているので、少しね、慎重になりすぎにご注意というところです。というのはもう時が来てるから。もうすでに時が来てるから。だから動き出す時が来てますよ。充電完了できてます。
で、何かね、辛かったことあるんじゃないかなと思います。悔しかったこと、お仕事で。それをひっくり返す時が来てますよ。そしてもう一つ言うと、リベンジって言いましたが、悔しかったこととか悲しかったこと、そこにチャンスがあるって伝えてくれてます。そこにチャンスがあるんですね。何でしょうかね。あなたにとってこの悔しい、痛い、辛いって何でしょうか。これを嫌わないでほしいんですね。今回逆位置なんで逆位置でよかった。逆位置はそれをひっくり返して自分の糧にして進んでいくっていうカードなんですね。お仕事面でこれが出ると本当にリベンジだとかひっくり返す。今までの悔しさをバネにする。それから今までの失敗をバネにしてそれを形にしていくっていうことです。お仕事って、失敗する時もあると思うんですよ。でもその失敗を成功の種にできるんですよね。そのことをすごく言われていて、だからもうね、来てるんですね、タイミングが。十分に充電したから、ここからですよってすごくね、言われてますよ。はい。あなたに日が当たってきそう、これから。すごく綺麗ですね。そしてこの先の未来にカップのページが出てるんですね。これ逆位置ですね。これも気持ちとかそんな感じなんですが、カップなんで。ちょっと誰かに頼りたくなっちゃったりとか、そんなところが出てますね。かまってちゃんのカードでもあるし。少し気持ちの波がこの後出てきそうです。はい。そして、ご自身、あなた様自身がソード2の正位置、落ち着いてますね。静観している、身を委ねてる感じ。すごく様子を伺ってますね。これもそうだし、なんか慎重な感じ、様子を伺っている感じ、失敗したくない感じっていうのが出てます。で、このカードは目隠しして座っているので、すごく動いていくという様子ではないのですが、周りの様子を伺いつつ、目をつぶってるけど、すごく周りに対して敏感に構えていたり、だけどその様子で、一方落ち着いている、安定しているというところもあるというカードでございます。様子を伺っている、流れに身を任せている、そんな様子ですね。ですが冷静さもあり、落ち着いてもありというところで、動かすと動くですよね。ここもそうなんですが、なかなか行動することに対してちょっと躊躇があったりとか、保守的、守りに回りたいという気持ちが強くなりそうですが、今月のアドバイスとしてはね、ちょっと行動してみましょうかというところが出てますよ。そうすると変わってくるものが、動いていくものがありそう。もうチャンスはすでに来ています。そのように伝えてくれてます。思ってるよりずっといいんですよね。運もいいし。そして周りの様子です。周りの人とか環境が鳳凰の逆位置ですね。なるほど。鳳凰の逆位置。単純に読みますと、ちょっとずるい人がいるとか、厄介な人がいるかもしれない。そこに対して、うまいことやってるというか、あんまり、その人に対して何かアクションを取らないで、様子見てる様子もあるんですね。なんかちょっと癖者がいるかもしれない。そういう方もいるかもしれないですね。それから、温度差が少しありそう。周りの人と。でも今月うまくやっていけそうですよ。ずるい人がいたとしても、厄介な人がいたとしても、うまくやっていける。温度差があったとしてもうまくやっていける。そう、距離感ですね。距離を取るだとか、ご自分で対処ができそうです。バランスが取れてるんですよね。すごくバランスが取れている。ちょっとこれ見てみようかな。なんかもう一踏み込み行きたいんですよね。なんか言ってくれてる感じがあって。このカードですね。やっと出ました。ペンタクルスの9の逆位置。B の方、今月は動き始める、行動するっていうことが良さそう。それが目的というか、長い目で見てほしいんですね。このカードが伝えてくれてるのは。一気に仕上げようというふうに思わないで、少しずつやっていこう。少しずつ、それから長い目で見ていくということが大事そうですよ。すぐ結果出すとか、すぐどうにかしようというふうにしなくてよくて、
目の前の利益にとらわれないでっていうことも表してくれてます。だから少しずつでいいので、ちょっとこう動かしてみるっていうのがあると、すごく面白いんじゃないかなと思います。それから、初めに言いましたのが、そう、頭を使う。そうですね。頭を使うとか、戦略的に行くっていうことですね。なので戦略的に行くとしたら、少しずつやっていくとか、ちょっとずつ崩していく。そんな格好にしていくといいと思います。どちらにしても何か新しい動きを入れるといいと思いますよ。もう充電はされているし、チャンスの流れも来ています。そのようにカードが伝えてくれています。それからリベンジとかね、ひっくり返すって言ったんですが、これもゆっくりでいいよっていうことも含んだカードなんですね。ゆっくり少しずつやっていく。ということが成功につながります。お仕事 B の方。ちょっと面白いメッセージですね。いい流れが来てるし、そこにもう乗っているんですよ。だけど急に何か結果がボンって出るかどうかって言ったらそうではなくて、焦らずに目の前の利益に惑わされずに一つ一つこう崩していく感じです。そんな格好でいくととっても良さそう。そうすると、こうなんかね、ライバルとかちょっと面倒な人がいたとしても、あなたは全然、影響なしというところが出ております。でももう始まってますね。もう始まってる。だけど急がなくてよくて、戦略的にゆっくりやっていきましょうと。そのようなメッセージが来ております。そしたら、上旬、中旬、下旬で出していきましょうね。本当に焦らなくて良さそう。焦らないでください。それが伝わってきました。なんかすごいね、カードが慌ててんですよね。すごい慌ててる。はい、やっと出ました。本当にね、カードが慌ててて、焦らないでくださいってこの直前に言ったんですが、ちょっと焦ってる感じが出ておりましたよ。開けていきましょう。上旬。マジシャン、逆1。なるほど。はい、ハングドマンだ。ハングドマン逆1。はい、いいですね。はい、末広がりですね。2月は末広がり。で、上旬は、そう、始めたい気持ちがあるけど、ちょっと始められない、ゆっくりペースというのが出てます。少し似てますね、出てるのがね。なので、準備をするっていうことがすごく大事だと伝えてくれてます。もしかしたら準備不足で動かない案件があるかも。はい。始められるポテンシャルはあるのですが、ちょっとまだ何かが揃ってない。そんな様子を見せているのが上旬でございます。マジシャンの逆位置。あとね、少し自信がないのかもしれないな。そんなところも感じるカードです。自信をつける。で、おそらくね、こう、一押しすることによって自信がつく自信があるんですね。何かをやってみる、ちょっとやってみるっていうことで、つく自信があるんですね。そのように伝えてくれてます。上旬。それから中旬がハングドマンの逆位置。ハングドマンはね、ド M カードなんですね。我慢をしてるカードなんですね。中旬は、やっぱりね、少し動けないというところでしょうか。もしかしたら自分のこの頭だな、思考が関係してるかもしれない。それで、中旬のメッセージとしてはですね、ちょっと頑張りすぎてる、我慢しすぎてるというところが強く出てるので、力を抜くとか、頑張りすぎないだな。
そのように伝えたいと思います。ちょっとね、頑張る方向が間違っちゃったりとか、ひたすら我慢しちゃったりというカードなので、中旬に関してはですね、適当ぐらいがちょうどいい。それをメッセージとしてお伝えしたいと思います。適当ぐらいでちょうどいい。なんか力まなくていいし、頭にちょっとエネルギーが溜まってる感じがいたします。面白いですね。こういう風になってるのか。いい流れが来てるんだけど、そこの流れの乗り方について今回言ってくれてますね、やっぱり。で、充電がもうされていって、ここから動き始めるんですが、そこの動き方として、徐々に少しずつやっていく、戦略的にやっていく、頭を使っていく、頭使ってますね。頭を使うんだけど使いすぎない。頭が疲れすぎないようにしましょう。それもお伝えします。そしていよいよ、下旬ですね。下旬これ少しずつ始まります。B の方のですね、いい形の始まり方だと思います。少しずつ確実に始まっていく。そして、望むものをつかむって出てきてくれてます。下旬ですね。下旬からようやくペースを取り戻すんじゃないかなと思います。そんな風にこのカード伝えてくれてますね。ペンタクルスのページ。一つ一つ目の前のことをきちんとやっていくことで望む成果をつかむって出てます。はい、どっちにしてもこの流れすべて今まで何か悔しかったこと、あるいは失敗したこと、そこをひっくり返していくプロセスなんですね。だから必要なのかもしれない。少しずつ動いていく感が結構ありますが、準備をしていく、自信をつけていく。この道のりの途中で準備をする。そして自信をつけるっていうことだったり、あと力の加減ですよね。我慢しすぎない。あるいは、うまく力を抜く。ということが来てます、中旬。そしていよいよ下旬で一つ一つ進んでいくというこのステップ、それをつかめている。そのように流れが出ております。やっぱり焦らないってことがすごく大事なことのように思います。冷静なんだけど、たまにちょっと焦っちゃうみたいなところがすごい感じられるんですよね。頭ってすごくきます。思考頭脳、頭を休める。それから体を緩ませる。で、頑張りすぎちゃったりする人は適当ぐらいでちょうどいいっていうふうに自分に言い聞かせる。それもお伝えしたいと思います。それではラストメッセージですね。オラクルカードで開運方法とか今月のまとめ的なメッセージを受け取りたいと思います。はい、スッと出ました。それでは開けていきましょう。オープン。アメジスト。それからターコイズ。自分の直感を信じる。それから健康を最優先する。と来てます。ちょっとそうなんですよね。もしかしたらなんかお仕事についてですが、ちょっと休んでいた方もいるのかなって思いました。2月の B の方にラストメッセージとしてお届けしたいのが、健康を大事に、これ健康を最優先にしてね、心身の健康を最優先にというカードが出てます。はい。だからもしかしたらやっぱり休んでいたという方もいたりするのかなと思ったりしました。そして自分の直感を信じる。アメジストが来てます。なんか理想がありそうですね。すごい高い理想がありそう。求めてるものがありそう。自分の直感を信じましょう。そうなんですね。自分なんですね。自分軸というか、今回の B の方やっぱり自分なんですよね。自分を信じるってここに書いてありますが、自分の直感もそうだし、考えもそうだし、すごくね、頭ってきてるんですよね。頭、思考、考え。
それを大事にした上で直感も大事になさってください。あなたの中に全てありそう。焦らない、少しずつ。確実にいい流れに乗っています。いい流れに来ています。運命の輪が来てます。そして動き出してます。このようにカードが伝えてくれています。これもそうだしね、全部ね、焦らないとかゆっくり着実っていうところなんですよね。もしかしたらその B の方がそういう、性質がある方かもしれないし、それかこういう時なのかちょっとわかりませんが、少しずつだけど確実に動いているから、心身を大事に、直感を大事にと来ております。はい、このように出ておりました。B の方、お仕事運は以上になります。今月もコメント欄にアファメーション予祝お待ちしております。よかったら書いてみてください。で、この後愛情運を出していきます。全体運も出してますので、よろしかったらご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の方行ってみましょう。はい、このように出ました。すごくね、スタンダードなタロットなんですが。はい、そしたら上げていきましょう。ちょっと大きいので入るかな。スター逆位置。はい、そうだ。これ開ける前に言いましょう。受け取ったエネルギーで言うと、C の方ですね、今回2月、マイペースが大吉ですよ。力を抜いてマイペースでいきましょう。それから自分の時間を大切に。はい。では開けていきましょう。ワンドのエース。大きいですね、かなり。フールか。はい。ソードのキング。ペンタクルスのページ。今回ね、お仕事運で見たときに、この周りにね、ちょっと厳しい人とか強い人がいる傾向が強いですね。A の方、B の方と。そして、はい、いいですね。でもやっぱりちょっと被ってくるな、なんだか。そして、3の逆位置。はい、このように出ました。それではリーディングしていきましょう。はい、ではお届けしていきましょう。C を選ばれた方。はい、結果がね、とってもいいので、この先の未来見てますよっていうカードが出てますからね。はい。そして、プロセスですね。プロセスを見ていくと、何か、ちょっと理想が壊されたとか、それから、現実に直面しているとか、こんなはずじゃなかったのに、みたいなことがあったでしょうか。それが過去のところに出ています。ちょっと思っていたのと違ったとか。はい。それが過去に出ていて、流れとしては過去、現在、この先の未来、どんどん自由になっていくっていうのが出てますが、今月ももしかしたらそのことをですね、現実が見えてきちゃってるとか、ちょっと幻滅してるだとか、そういったところが引き続いてますね。ワンドのエースの逆位置です。この先にものすごくね、こんなように自由になっていくフール、聖地が出ていますので、ここに到達するためにやっぱりもう一山越える必要がありそう。お仕事面。はい、ワンドのエースが出てます。これを超えてしまうとすごく自由になりますよ。先も見えてくるし。今回はそのようにお伝えしたいと思います。何か始めたいとか、新しいものとか目指しているもの、理想的なことっていうのがありそうな感じがするんですが、そこの、裏の面だったりとか、現実的なところっていうのに今、
直面してる感じがあります。しかしそれっていうのは大事なことだったりしますね。はい。で、そんなこんなで抜けていくこの先の未来があります。大変自由な未来があります。で、もしかしたらこの先ね、やめちゃうかもしれない。それから本当に方向転換するかもしれない。それも書いてあります。でもどちらにしても書いてあります。それも伝えてくれてます。どちらにしても自由になる。なんか解放されたい感じもありますね。そのプロセスが出ております。これをご覧くださるちょっと前にね、何か直面したこと、本当の意味で現実が見えてきたことがあるとしたら、そこをまだ引き続き今月はやっていきそうです。しかしすごい大事なことですね。それを乗り越えてこの先にものすごい自由になるって出てますよ。はい、何でしょうかね。お仕事面なので、人によっては本当に辞めちゃうとかね、あるいは全然違う形で転換していくっていうのもありそう。それから、すごくね、いろいろ考えちゃってるとしたら、あまり考えないで自由にできる。そういった、チャンスを手に入れられると伝えてくれてます。これすごくいいんじゃないかなと思いますよ。はい。そして周りの人がちょっと厳しいとか言いましたが、これすごく厳しさがあると同時に信頼できる人のカードなんですね。ソードのキングが出てます。だから、イメージとしては、お医者さん、外科医さんとか、例えば弁護士とかですね、すごくロジカルで信頼できる人がいるだったり、そういった職場だったり、で少しもしかしたら C の方にとっては厳しいなっていうふうに、厳しいというのは厳しい人だなっていう人がいっぱいいたりね、硬いなっていう風な感じになったりとか、そういうところにいらっしゃるのかもしれないですね。もしかしたらもっと自由を求めてるのかも。求めてるのが今いらっしゃる環境じゃない感じもあるんだな、ちょっと。それからもう一つね、今一時的にいろいろ見えてない可能性もありますよ。そう、視野が狭くなっていることを表すカードでもあるんですね。ちょっと見えていないところがあるのかもしれない。だから焦って決めなくていいのかも。お仕事面については。そのように出ています。そうですね。何パターンかで考えられるんですが、もっともっと自由だったり、自分らしさを発揮できる。それから柔らかい部分を使える仕事を求めている方も多いのかもしれないですね。で、それを求めているとしたら、今いらっしゃる環境はちょっと硬すぎるというか、なんというか、そのノリとかね、直感とかそこは許さないぞみたいな、そんなカードが出ております。だから求めているのがもしかしたらそもそも違って、自分のこのベースを変えていくっていう方もいるかもしれない。そのようにお伝えしたいと思います。この前の段階で幻滅したことがあったりとかね、思っていたのとちょっと違うなっていうことがあったとしても、それを悪く思わないで、そこからの気づきをこの先の発展につなげるっていうことが最高なんですね。で、それを今月もしっかりやっていく、受け止めていくんだと思います。そして見えてくるものがある。おそらくもっと自分に合った仕事、合った職場っていうのがあって、それを求めているんじゃないかなと思いました。それからこの中央にあるのがワンド2ですね。これとってもいいカードですよ。正位置だし。これは動いてはいないのですが、検討している。未来に向けて検討しているということです。そしてこの2つの棒は何を意味しているかというと、今までがあってこれからがある。今までの経験、お仕事の経験、それを大事にしてこれからを夢見ているというところです。前向きに検討中のカードです。なので言ってみれば C を選ばれた方は2月を通して前を向いてこの先を検討することができる。そのようにお伝えしたいと思います。はい。今ね、ちょっとね、直面していることがね、あるかもしれない。課題が。で、なかなか決まらないとか、どうにもならないっていうことがあるかもしれませんが、結果的に今月を通して前向きにこの先を見ることができる。それは今までを生かして、今までを大事にしてこれからに向かっているというこのカードが教えてくれています。
でも全体的にね、出てることが、無理に決める必要がないっていうことがちょいちょい出てるんですよ。無理に決めない、急がないっていうのが出てます。これさっきの人もそうだったんですけどね、そういう時なのかもしれないですね。もう、この流れとしては切り替わっていて、次を目指すとか前を向くってなってるんだけど、動き出すとかね。だけどなかなか現実はタイムラグがあって、そうそうすんなりはいかない。でもそのタイムラグ、あるいはすんなりいかないっていうところに意味があるんですよね。それをちゃんと受け止めて直面してやっていって、この先に求めているものがある、求めている自由があると、そんな流れが出ております。はい、そしてこちらにね、今月の対策として出したところに、カードが3、逆位置です。これ、最強カードですよ。タロットカードで。これが100点、正位置が100点としたら、逆位置は80点。なんで、すごくいいと思うんですよ。いいと思う。それは、なんていうかな、前向きに考えていくってことがいいと思います。それから自信を持つ。そうするとなおいいです。少しね、言ったように、タイムラグがあったりとか、やらなきゃいけない。向かい合わなきゃいけないことがあったりするのだけれども、だけど動きがちょっとゆっくりでっていうところが出ていますね。なんで不安になりやすかったりもするかもだけど自信を持っていく。あともう一つ、この自分の生かし方と自己表現ってきてますよ。だからもしかしたら今自分が生かせてないっていう方も多いのかも。そうですね。あなたの良さを活かせる場所に行くとか、活かせるように何か工夫をして自己表現をするとかですね。とにかく自分を生かすっていうことがやっぱり来ております。あともう一つなんですね。何か足りないものがある。自分を 100% にしたいところなんですよね。そうすると人って幸せなんですが、お仕事でも幸せを感じれるんですが、なんか一つね、忘れ物がありそう。それを見つけていく時なのかもしれないです。でも今月、このところをね、過ごしていくことによってね、やっぱりここにね、フールの聖地、これ強いですね。0番ですからね。求めているもの、理想かもしれないですね。C の方が求めるものに到達できるのかもしれない。そのように出てます。やっぱり何かやめちゃうという人もいるかもしれないですね。それから、いろんなこの思考、考え方から自由になるとか、何か囚われてるとしたら、ちょっと囚われていそうですね。ちょっと窮屈感を感じますが、そこから抜けていく未来があるよって伝えてくれてます。これは朗報だと思います。そしたら、上旬、中旬、下旬って出していきましょう。やっぱりマイペースですね。自分のペースを崩さないってことがすごくひどく言われてます。それから一番初めに開ける前にマイペースっていう言葉を使ったと思うんですが、これマイペースなんですよね。これちょっと逆位置に出てるので、少しペースを乱されている環境があるのかも、あるいは人がいるのかも、お仕事面で。そのようにまずお伝えします。そして開けていきましょう。上旬、2月上旬。はい。ちょっと忙しいのかな。中旬。はい。なんか興味がなくなる。興味がなくなりそう。興味がなくなって向こうに行くっていうカードが出てますよ。そして、はい。カップのナイト。はい。このように出てます。2月の上旬はちょっとバタバタしそうですね。忙しい。それから自分の中でまとまりがつかない。ちょっと混乱するっていうことがあるかもしれないですね。だけどここでまたこのカードが登場ですが、自分をどうやって表現するか、そして自分にどうやって自信を持つか、そこにフォーカスしていくといいと思います。少しね、これ乱される。だけど自分にこう軸を持ってるとそれが乗り切れるんですね。そのように伝えてくれてます。これ自分軸のカードです。ちょっとバタバタしてる、忙しい、まとまらないというのがあるのかもしれないですね。そし
して中旬、カップ8ですね。これ、向こう側に行ってるというカードでございます。これは言ったように興味がなくなる、あるいは今ここにあるものじゃなくてないものに目が向くっていうカードでございます。だからそのまんま何か別に興味ができるかもしれないです。お仕事面で。別にやりたいことができたりとか。そしてこの中旬のアドバイスですが、一時的にちょっと離れてみる。それから別のことをしてみる。ということが、この時のパフォーマンスにいい影響を与えそうです。無理にその場所で頑張らない。ちょっと場所を離れてみる。いろんな意味でですね。本当に、仕事が煮詰まったらちょっと離れてみるとかね。そういうことも含めて、あんまり集中しすぎないというか、根詰めすぎないというか、もうちょっときついなと思ったら、少しそこから離れる。別のことをする。それがメッセージ、アドバイスとして伝えてくれてます。はい、そして下旬が、これがね、カップのナイトの逆位置なんですね。これも焦らないですね。それからよく人を見る。これね、嘘に注意っていうカードでもあるんですね。なのでよく見るといいと思います。よく見る。騙されない。お仕事だとそういうことが当てはまるかと思います。結構ね、トラップがあったりするから注意しましょうということです。やっぱり何度も言っちゃうけど、自分軸というか自分が本当は分かってるですよね。そう、自分に自信を持って自分が自己表現をうまくできる状態が作れれば最高なんですねっていうカードが来ていますので、周りに惑わされない。あと甘い言葉にね、注意です。それを伝えてくれてます。ご自分がご自分でいれば大丈夫ですよ。C の方。そのようにお伝えをしたいと思います。やっぱりね、この様子だと別のものを選びそうな感じがしますね。今の環境より別のところに求めているものがあるかもしれないし、あなた様が自己表現、あるいは自分を生かすということで考えると、今のところだとちょっと硬いというか厳しい人がいるかな。だから少し萎縮しちゃってるっていうところもあるのかな。それが読み取れることであります。どちらにしてもですね、前向きに検討する、この先が見えてくる、今までを大事にしてこの先を見るというカードが結果に出ていますので、今月はトータル、いい形なんじゃないかなと思います。この先求めてる状態になりそう。はい、そしたら、オラクルカード、最後にラストメッセージ引いていきたいと思います。開運メッセージだとか、まとめ、何が出てくるでしょうね。ちょっと、わかりませんが。C の方にとっておきのメッセージをこちらのカードからいただきたいと思います。2枚だ。2枚出ましたよ。はい。それでは、オープン。同じカードが出た。多いんですよね。やっぱり最近同じカードが出るっていうのはすごく多いですね。はい。2枚です。トルマリン、コーツ。Get out of your own way。なるほど。これ、いつも通りをやめるとか、この、いつもから抜けるっていうような意味のカードでございます。やっぱりね、別に興味を引くものができるのかもしれない。お仕事関連で。それを示唆するようなカードが出てきてくれました。Get out of your own way。いつも通りを抜けると出てます。いつも通りのやり方を変えるだったりとか、今までの自分を超えるというようなことで今回受け取りたいと思います。それが現実になっていく。抜けていく。なかなか似てますね。エネルギーがめちゃくちゃ似てます。この先の未来、フール聖地がいますが、ちょっと似ていますね。自由になる感じがあります。いつも通り。それは、行動かもしれないし、考え方かもしれないし、今まで通り、そこから抜けていくって
出てます。そしてこちらが健康第一です。とはいえ健康第一です。このカードさっきも出たんですよね。もしね、2つ選んで、そう、ABC2 つ以上選んで OK ですっていうふうに言ったんですが、もしね、これ2回目、またこのカード、ターコイズ、健康第一、健康を最優先してっていうカード、また2回目で見たよっていう方は、本当に、大事になさってください。お体、健康。はい。ターコイズ。とはいえ、健康第一でいきましょう。お仕事面。それから、今までの自分、今までのやり方を超えていく。そのようにラストメッセージ伝えてくれています。はい、こんな感じでしょうか。C の方は以上になります。この後、引き続き、翌日に出しますが、これを出した翌日に愛情運を見ていきます。愛情運の動画を出していきます。はい、それから全体をまだご覧になってない方は、ぜひご覧になってみてください。そして今回もコメント欄にアファメーションよろしくお待ちしてます。アファメーションとか予祝というのは、例えば、最高の2月を過ごしました。いい仕事が決まりましたっていう形で、もうそれを先にお祝いしてしまう、言い切ってしまうというやり方です。コメント欄よかったら使ってみてください。はい、以上になります。ご覧いただきありがとうございました。